おはようございます。前世猫男です。私は今、マレーシアのクアラルンプールにいます。クアラルンプール飽きたのでマラッカに行ってきます。本日のファッション、これ昨日買ったパンツ。旅のスタートはこの 28B から行きます。レッツゴー。どことなくランドリーがおしゃれ。こちらには映えなカラフルな家が並んでます。兄貴たちそこで寝てるのか。なんかちょっと美味しそうなのあったので買ってみます。バス乗るのにジャンパー忘れたので一旦帰ってきました。ということでさっき買ったやつついでなんで食べます。なんか謎のさっき動画で撮ったやつです。ご飯が多分入っているはず。揚げ物かこれ結構。中は美味しそうじゃん。なんかナシゴレンみたいな。美味しそう。ちょっと食べてみます。映ってない。いただきます。辛っ。また辛いぜこれ。結構スパイシー。なんかちりめんじゃこみたいなの入ってます。なんか不思議。肉と魚。でも正直言うと昨日3食食べたんですけど、あれのどれよりも美味しいです。しかも値段が1.5 リンギットだからいくらだ50円ぐらい。これは正解か。ちょっと辛いけどでもうまい。完食。ごちそうさまでした。気を取り直して行ってまいります。はい、早速なんか多分買うところ間違えたっぽくて乗りたい電車のとこに行けないので乗り換えで行きます。さっき間違えて行ったのそこがプラットホーム1で2はさらに下っていう感じです。まあ早速違うところに出ちゃったからやらかしてるな。あの色見ると全部ダイソーに見えるのは自分だけ。マレーシアの乗り換えが大変分かりづらい。あと電車の乗り場がどこにあるかが分かんないっていうので結構苦戦してます。聞いたらようやく分かって、どうやらなんかこの辺で乗り換えるのかな。今優しいおばさんに声をかけられ、どうやら今乗ってるこの電車行き来するだけみたいでここが終点だったみたいです。なんかほんと分かりづらい。なんか地図上っていうかなんだろう、これマレーシア初めて来た人ってみんなうまくいくのかな。全然うまくいってない。もう予定よりも30分以上遅いです。はい、今反対側が来てる。これだね。本当だ。結局多分あの間を往復する感じだったみたいですね、電車は。はい、乗っていきます。危ない。今また違うとこ行くとこあった。今の電車はこっちの方に行っちゃうやつだった。分かりづれ。面白いことに30分経ってんのにこの距離しか移動してない。全然違うのをずっと乗っていってるんだ。ようやく最寄りのところに着きました。今から、バス乗り場の方に移動していきます。ようやく出れたぞ。ターミナルはあっちかな。もうバスのチケットもバスじゃないわ、電車のチケットも全然入んねえし、なんだよ。あったターミナル。ようやく着いたよ。なんか今回はついてないね。
またマラッカに呼ばれてないのかもしれない。シンガポールに続く。じゃあ今からチケットを買いに行きたいと思います。多分予定で行けば10時25分の帰るはずです。これで12時25分にマラッカのところに着く予定ではありますが、空いてるかどうかはまたわかりません。はい、さっきのカウンターはあっちだったんですけども、どうやらこっちのカウンターで買えるらしいです。めちゃめちゃバスが多いから、これ乗るの注意です。あと25分だけど、間に合うかな。買えました。ということで、10時25分を目指して来たんですけども、満席で、その後3便も満席ということで、11時発のになりました。だいたい2時間ぐらいなので、1時過ぎになっちゃいます。なので、滞在で行くと多分5、6時間ぐらいにはなっちゃいそうです。なので、マラッカに行く人はネットで予約するなり、早めに来た方がいいと思います。じゃあ、時間があと1時間ぐらいあるので、ちょっと散策しながらご飯買いたいと思います。コンビニがあったので、ここでちょっと買い物します。パン。何のパンかわからんけど、絶対甘いよね、これ。こっちは菓子パン、お菓子。またここもパン。マフィン。そそられるのがないなぁ。ツナとのサンドイッチか。無難だな。てか、締めていかないのかい。何これ。チキンカリー。これちょっと美味しそう。あとはこれはさっきのところで買うのやめて上に来ました。上はこんな感じで結構いろいろある。なんか無理やりコンビニで買わなくてもこういったパン屋さんとか飲食店あるので、これはマレーシアのお店かな。 KFC みたいなやつ。日本からなくなっちゃったダンキンドーナツ。ここもちょっと見ていきます。どんな感じのところか。持ってもらうスタイルか。これも美味しそう。帰りここで食べてもいいかもな。美味しそう。できました。こっちがガーリックチキンパンとチーズパンです。それぞれ 3.4 リンギットになります。2つ合わせて212円ぐらいです。日本のパン屋さんより若干安い感じです。マラッカで美味しいご飯食べたので、これで今日はこの昼はしのぎます。気づいたら奥行きがめっちゃ広かったです。ここはメダンセラフードコートだ。で、あそこ KFC があって、結構このバスターミナル広いです。思ってる以上に。20分前になったので、バス乗り場に行ってみます。原始的な方法で。Thank you. Yes, you too. Thank you. 優しい。やっていただいた。さあ、多分バスは予定通り来ないと思うんですけど、心配なので下で待ってます。なんか空港の搭乗ゲートみたいな。一応買うところはあります。はい、私が乗る、ゲート4です。一応予定通り動いてるっぽい。私が、チケット買うときに残席があと4だったので、結構多分満席な感じです。で、今多分10時45分なんですけど、多分前のバスが今到着した感じです。多分この感じで行くと11時のやつも遅くなりそう。待ちます。ちなみにバスの値段なんですが、1人12リンギットです。なので375円です。で、先ほどの地下鉄が、約 3.3 リンギットで102円になるので、両方足すと
480円ぐらいですね、約。で、行くことができます。めちゃくちゃ安い。しかも2時間離れた場所にこれだけの値段で行けるのはお得すぎます。さっきコンビニで買った 3.3 リンギットのコーヒーです。砂糖なしを期待してますが、多分砂糖まみれだと思います。いただきます。だって、24年1月11って書いてあるけど、賞味期限じゃないよね。製造のあれだったらわかるけど、今日ちなみに13日。もしこれ賞味期限だったら2日過ぎたよね。いただきます。あかん、これ甘すぎ。Thank you。すごい、このインド人抜いていったぞ。なんか知らないけど自分が一番最初の一番乗りになりました。単純に電光掲示板が全然見えなくて、前に立ってたら列がいつの間にかできてました。座席は27だからここだね。バスの中はこんな感じ。日本でいうところの高速バスの4列シートと似たような感じです。ただね、ふかふかさはこっちの方がある。快適。はい、到着しました。マラッカセントラルです。割と時間通りに着いてびっくり。今からバスに乗っていこうと思うんですが、バス乗り場はどこかわかんないのでちょっと探してみます。結局バスが17番っていうのは分かったんですけど、多分動く気配なかったので、金の力でグラブで行きます。無事乗れたので向かいます。4ゴールやってきました。マラッカの市内です。暑い。なんかこっちはやっぱ暑い。ネットではそんなようなこと書いてあったんですけど、本当に噂通り暑い。こちらですね、チェンフーテン仏教寺院です。あれ、門がちょっと違うな。あ、逆側か。はい、ということでこちらがそのお寺になります。このお寺珍しく靴を脱がなくていいというお寺です。あ、綺麗。素敵。やばい、さっきのは違いました。さっきの何だったんだろう、あれ。失礼いたしました。あれは違う。なんだあれは。こちらがチェンフー店でした。On the floor. So this is a girl, okay? That is the boy. There you go. That's the boy, right? ここがその名所の一つです。先ほどのあれは何だったんだろう。ちょっと調べたのを載せときます。
なんだこのかわいいの。おもろ。じゃあ南下していきます。簡単にマラッカの、情報をお伝えしますと、ここはマレーシア最古の古都になります。東南アジアの人ってバイクもチャリも後部座席の人こうやって座るんだよね。みんなバランス力すごいと思うなあ、坊主。こんな映えが。土日月曜日はやはり混雑するみたいで、この通りにはなかなか入ってこれないっていう感じです。入ってこれそうだけど、多分ドライバーがめんどくさかったんでしょうね。全然いいです。はい、超映え映えなチャリンコ通過で、私は今この肉ジャランハングジェパットっていう通りにいます。植民地ではあったんですけど、なんだろう、中国の方がやたら多い。まあ確かに寺院は多いけどっていう、いろんな国の植民地だったのもあり、建物自体がいろんな国の文化のが混ざってます。ざっと見た感じ、すごい中国の料理が多いです。ただ買い物するには不便もなく、この通りでご飯もお土産も何でも買えそうです。ウェルカムトゥジョンカーウォークっていう。ちなみに歩道を歩こうと思って人が多すぎて全然普通に歩けないので、車いない時はこっちに出ちゃってもいいかもしれないです。はい、キティちゃんの好きな人はこれがおすすめです。なんだ、ミニオンズもおすすめだね。メルヘンだね。乗りたいとは思わないね。目の前に見えてきたのが、こちらがオランダ広場ですね。有名な。おー、急になんかさっきまでは中国の、もう中国かなと思うぐらい建物とか食事は中華一色だったんですけど、ここ来ると急に国が変わってオランダっぽい雰囲気が広がってます。ここは結構テンション上がる。素敵。なんだろう、中国人が好きそうなものを集めたって感じだな。なんだかな。特にチャリは雰囲気潰すね。せっかくこんな綺麗な景色あるのに。これはないでしょう。もうちょっとね、アウトばっかだね。著作権的にアウトばっかり。ああ、これもうダメだね。まあ観光に来てる人もやっぱり中国圏の人が多そうな感じですね。I love マラッカ。絶対ここ開くことないね。本当は朝早く来た方が良かったのかもしれないですけど、なんせ電車乗るのに苦戦したからね。はい、著作権アウトなのがたくさん。
これ多分マラッカ料理だよね。ライスボール。いやでもちょっと違う。こっちの方が評価高そうだったので入ってみたいと思います。入ってみます。一番有名なやつでって言ってなんかライスボール、これ食べたかったんですけど、それの何なのか分からなくて、とりあえず頼みました。もう何でもいいや。なんかなるようになるやろ。おすすめお願いしたらなんかいろいろ出てきた。これが有名なライスボールで、キャベツの炒め物、チキン、めっちゃフルコースで出てきたとコーラです。いただきます。はい、じゃあいただきます。これ味あるのかな、ライスボール。これなんだ。ああ、そうです。ちょっとこう入れとこうか。よし。じゃあまずライスボール。いただきます。美味しい。なんだ。体に優しい。鶏のヤシで作った感じで、なんだろう、病気の時でも食べたいと思える。あ、これいい。このおにぎり作ってほしい。なんか鶏飯ご飯みたいな。いつも通りチキンです。全然ぶつできない。うまい。美味しい。はい。キャベツ炒め。なんかマレーシアに来て一番ちゃんとしたご飯かも。美味しい。やばい。海外で野菜あんま食べれることないから嬉しいです。完食しました。めっちゃ美味しかった。これ最高です。この店で食べてきました。で、お会計したらなんとあの内容で 17.75 リンギと553円ぐらいです。昨日のフードコートで食べたあれより断然美味しいのに値段が一緒ぐらいって、もう家に欲しいな。家の近くに。はい、次行きます。マラッカはこんな感じです。みんななんだろう、建物の高さが決まってるのかっていうぐらい揃ってます。向こうの方を見ると高いのはあるんですけど、基本同じぐらいの高さで、このオレンジというか茶色というか色合いにうるさいな自転車っていうあれで揃ってます。はい、上から見たらこんな感じです。ホリデーインがすごい目立つ。こちらがですね、マラッカの観光名所はセントポール教会です。よいしょ。はい、ポールさんかな。なんか本当にいろんな文化が入り混じってる感じで、来てると面白い。墓かな。
じゃあ次の目的地に向かいます。いや、人多いし、草刈りがうるさかった。お主か。唐突になんか列車とあっちに戦闘機、飛行機が出てきました。なんだろう。ああ、顔が違う。何の自販機だろう。ああ、メダル系ね。いらん。抜けてきたらこんな感じで、インペリアルヘリテージホテル。なんかホテルとか、あとはなんだろう、ここら辺。これが、ファモッサっていう要塞ですね。これも有名な観光地の一つみたいです。なんだ？申し訳なさそうに隣になんかいる。なんだと？さっきの教会裏から抜けれたっぽいですね。なんじゃそりゃ。なんかすごいな。都会なのか田舎なのかがいまいちわかんないけど。でも、またクアラルンプールと違った感じでいい。さすがことだけあって素敵。少し街中の方に出てきました。建物が結構しっかりある。これはホテルだし、こっちの右手は、百貨店でした。また抜けるとさっきのタクシー降りたら辺のような風景が広がってますね。こっちはどことなく、なんて言えばいいんだろう。ヨーロッパの海沿いリゾート地みたいな感じかな。なんかまた建物の雰囲気が違います。今、すごい下町のところまでやってきました。で、今向かってるのは目の前にあるショッピングモールです。あそこからマラッカの景色が一望できるそうなので、せっかくならというので今向かってます。ただタクシー使うのもったいないなっていうのと、時間がまだ3時台なので、今歩いて行ってます。海外では歩いて移動することを重きを置いているんですけど、もちろんお金の節約っていう点もあるんですが、歩いてると意外となんか発見があったりとか面白いものがあったりと、正直いろいろ刺激になるので歩いてます。トカゲがおったと、そんな感じで普段タクシーやら電車やらバスに乗ってたら会えないような動物も会えたりします。なんとこの度初ドワンがいます。ドワンが一人で徘徊してます。ここにいます。ドワン徘徊中。めっちゃご機嫌じゃない？あれ、尻尾めっちゃ立ってるから。ドワンを追跡中です。ただ彼、歩くの速い。ちゃんと歩道、ちょっと小走りで行ってる。偉い。交通マナーが頭に入ってるね。よし。ようやくドワンのところに近づいて、また走るから。彼はどこに向かってるんだろう。ドワンを追ってたら、なんかすごい有名なとこ、すげえ並んでる。クロシアのコーヒー。有名店なのかな？すごい並んでる。そしてドワンは反対側に行かれたのでした。はい、だいぶ近づいてきました。手前にはダブルツリーバイヒルトンがありますね。その奥側になります。すっごい作りのホテル。インペリアルホテルかな？やばいね、あれ。ダンジョンみたい。
はい、今エレメント X モールっていうところで3年ぐらい前に YouTuber の方上げてて、こっから見る景色素敵だよっていうので来たんですけど、どうやらこのモール自体がもう死んでるみたいで、もう閉まっちゃってるみたいです。で、併設されてるダブルツリーのヒルトンは空いてて、それのレストランだったら空いてるみたいです。アティチュードっていう。でもその無料で上がって景色を見るっていうのがもうどうやらできないっぽいです。ちなみにこんな感じ。もうハイビルだね。すごい。これの最上階に行くとなんか綺麗な景色が見れるということだったんですけど、もう死んでますね。あ、ここに書いてある。エレメンツモール。まさかのハイビルでびっくりしました。さあどうしようかな。ハイビルを後ろに。マジか。歩いてきたのに20分。さすがにちょっと疲れたんで、なんかマレーシアでよく見るこのズンスコーヒーというところ行ってみます。アイスコーヒー頼んだらなんかアイスカフェラテになりました。9.7 リンギット。虫がすごい。9.7 リンギットは300円ぐらいです。いただきます。今このカフェでゆっくりしようと思って入ったんですが、無限に虫が湧いてくる。なんか殺虫剤みたいなの撒いてくれたけど無限に増えてくるからもうイライラして出てきました。ちょっと予定より早いですがモスクに向かいます。今ムスリムの方々の、礼拝中なので5時15分まで入れないということで近くのコーヒー飲みに来ました。いただきます。要冇相嘅，冇冇相咪等呢あと 2,3 分でようやく中に入れます。一応ルールとしてこんな感じ。女性の方は結構厳しいのでしっかりとフード付きのやつとかを持ってきた方がいいかもしれませんね。長袖の。男性は意外と緩め。入場時間こんな感じで決まってます。だから5時半から6時半までしか入れないんだ。結構厳しめですね。こんな感じで、ようやく猫と戯れてて入れるようになったので入ります。早めに入れただけであってまだここで待ってということ言われたので、ちょっとルールが難しくて分かんなかったんですけども、どうやら団体の人はあそこで受付をして、私の一人だった場合はこういう感じの、ちょっと個人情報載ってないですけど、こういうのの QR コードがあそこにあるので読み込んで登録すれば入れるみたいです。実際のところいらないんじゃないかなとは思うんですけど、一応しました。靴をここで脱いで中入っていきます。
ああ、ようやく入れた。夕日なんて見れないと思ってたら、まさかの夕日の時間になってきたので、見れるかもしれないです。ああ、すごい。素敵。ムスリムの人は中に入れるみたいですけど、そうじゃない人はやはり周りだけしか入れないみたいです。今、後ろのモスクを巡ってきました。正直に言うと、待つほどのあれでは全然ないです。なんだ、もちろんムスリムの人がメインになるので、観光客の人は周りだけっていう感じになるんですけど、中の装飾が思っているより普通でした。正直外から若干見えるので、この角度だけで全然十分です。中心部に帰ってきました。疲れた。いやー、モスクのところで1時間以上待ってたから結構しんどかった。その割にっていうのも余計にあって、猫がいなければ多分噴死してました。夜に向けてナイトマーケットの道ができてますね。そんなに遅くまで今日は入れないので、ちょろっと見て帰る感じになります。さあ、この運河ともあともう少しでお別れです。ここの雰囲気好きなんだよな。ちょっとこの今から左のこっち側をカメラ持ちながらのんびり歩きたいと思います。こっちに来るとやっぱり欧米の人が多いですね。雰囲気的に好まれるような見た目なので。ちょっと騒がしいのがなくなって、ようやくバイオリンの綺麗な音が聞こえてくるようになりました。さっきまではうるさい自転車たちが無双してたので。ちょっと川はコメントしづらい匂いです。ちょっと抜けたらこういう映えな壁画もあります。やば、めっちゃ背高いあの方。2メーター20あるかな。めっちゃポーズ決めてるね。この通りは静か。さあ、どうしようかな。なんかあんまりやりたいことがもうなくなっちゃったので、この辺を巡って帰ろうかなと思ってるので、ちょっと甘いもんだけ1個見つけて帰ろうかなと思います。でももしいいとこがあれば多分入ります。名所がこんな感じか。多分基本的に全部通ってきたと思います。目の前におすすめ案件の人かな。この運河沿いは結構いいかもしれない。ベトナムのホイアンみたいな感じがします。ビールもあるね。やっぱりこっちの方はハイネケンだし、そんなすごい悲しそうにお願いされても。船が。なんとなくやりたいことやりきった気がする。もうあとは本当にビール飲むか甘いもん食べるかどっちかになりそうです。
はい、ということで最後一杯ここで飲んで帰りたいと思います。さあ、下では12リンギットって言われたんですけど、上来たら18リンギットタックスの分だって言われて、おい言ってること違うじゃねえかっていうので今言って12リンギットでいいなって信じてるぞって言ったんですけど、果たしていくら出てくるのか、大丈夫かって聞いて OK って言われたけど、おそらく多分18取られると思います。さあ来ました。12リンギだったと思うタイガービールです。いただきます。うまっ。やっぱビールうまい。ビール飲み干しました。さあ会計はどうなるか、交互期待。さあチェックはしたということなので下に行きます。あ、キャッシュ。いや。Asad. Bayar. You go that side. Ah, okay. She said 12. Yes. She said 12 for happy hour. Yes, only for Tiger. Just sitting here. Okay. You can have cash, right? Cash, yeah. やっぱりね、ほら、勝手に 19.8 にしてるよ。税はわかるけど。ね、こういうことよね。ちゃんと商売したいならさ、ね、こういうこと死んでほしいよね。はあ、まともな商売をすれば多分お客さんは増えるのに、こういう悪どいことするから増えないんだよね。さ、下がんのかな。This one, what? Go through. Huh? What name is this one? Oh, Osmo Pocket. How much you buy? I don't know my in here. I don't know, but You take the used dollar or Korean? Japanese. Japanese. Yeah. Japanese, how much? Around I don't know 10,000. 10,000. Yes. So you check the あのメニューどっかやったな。あいつメニューどっかやったな。あれなんか違うやつ見せてきやがったな。置いてねえよ。Oh, Malaysia ringgit like 320. Oh, it's a new one, so it's a little bit expensive. Yes. So, but I should. Yeah. But what? I need to ride my bus. So You're going to KL. what? Where are you going? Going back to Kuala Lumpur. Yeah. Yes. So You're going to Kuala Lumpur like 2 hours here. This is only 2 minutes. yeah. Not a good job. 取られるの嫌だから。とは言ってもね。You get the ああ、OK。細かいのがないかな。こういう時に限って。13。আমার যদি ডিলিট করতে চাও না যদি একটা অবস্থায় না আগে ক্লিন করো ঠিক আছে ক্লিন করে আমার ডিলিট করতে হবে Yeah. Do you have exchange? Yeah, exchange. তাহলেさあ、お釣りがちゃんと返ってくるかな。 this guy minta minta kata kata. さあ、録画してるのを確認して撮ってんの見たから多分値段下げたんだろうなっていう感じです。やばいな、せっかく Okay, see you soon. 猫とランチが良かったのにこういうのでマラッカの印象が悪くなる Harap な。 kamu lagi. Bilang tak faham sama lagi. ちゃんとお釣り返ってくるかね。50渡したから 36.8 返ってくるはずだけど、とにかく待たせるね。クレジット渡さんでよかった。なんか過剰な請求されそうだし。というかこの一帯
体全部同じあれですね。同じ人らが経営してる感じ。店の名前は違えど、お金のやり取りとか支払いとか全部一緒だからグルですね、多分。誰も相手が競合がいないからってやりたい放題だな。全然会計来ねえよ。2分どころじゃねえじゃん。これダメだな。はあ、あ、ちゃんと。ああ、it's okay. Thank you. ちゃんと金は返ってきた。皆さんも海外に来る際はこういうのをご注意ください。ということで、グラブ拾いたいと思います。あ、そうそう。もしこういうことがあったら、なんか録画しとくといいかもしれないです。さあ、後ろの店が多分全員グルですね。同じ多分経営でやってるとこなんで、その辺は注意ください。多分この手前、今、私の後ろに映ってるようなところは多分また別のところだと思うので、できればこっち入ってください。さあ、帰ります。もう多分マラッカには未練は全くないです。電波悪い。さあ、だんだん騒がしくなってきて人が多くなるから、さっさとバスで帰ります。ただね、もうさっきからこればっかなんだよね。繋がんない。アハモさんお願いします。はい、どうぞ。ダメだ、じゃれてくるぞ。怖いぞ。ちょっと倒さんでよ。新作直すのやめてください。本当だよ、10万なんだから。まあ、こんなんしてる場合じゃないんだけどね。なんで？ここからバス乗らないかんから。すごい可愛い。おーい。バス乗る前に買いました。ココナッツの揚げ、なんだろう。わかんないけど、いただきます。いただきます。うまい。はい、ということでマラッカ編ご視聴ありがとうございました。クアラルンプールから日帰りでマラッカは行くことができて非常に近いです。バスで行くと2時間半ぐらいですね。電車とかターミナルまでの電車とか、あとはこっちのターミナルに着いてから市街地まで行くのに2時間半ぐらいかかります。なのでクアラルンプールちょっと飽きたなっていう人はぜひマラッカに来てみてください。ちなみに私はもう一回来るかというと来ません。ということでご視聴ありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。